止まるからね。よいしょ、いいよ。注射打つとすぐ止まるんですか？そうですね。これは注射ですぐ止まると思います。寝ると思います。うん。はい、大丈夫。はい。見える？はい、おいで。お薬とかな、時間があるからおいで。下におろう。見える？行こう。見える？行くよ。はい、偉いね。はい。はい。では、ご説明していきますね。今回はもう発作が起きそうな疾患についても一通り調べさせてもらったんですけど、結論から言うと特に異常は何もなしでした。で、まず、こっからここまでが、検診の項目になるんですけど、上から順番に行きましょう。タンパク、アルブミン。これ、タンパクっていうのが、血液のタンパク質の数値なんですけど、これが微妙な高さでした。で、7.8 までのところ 8.0。で、タンパクが高い時って何が考えられるかっていうと、ウイルス感染とか、
なんですね。で、ウイルス感染になると免疫に関するタンパク質、グロブリンって言うんですけど、免疫のタンパク質が増えるんで、数値が高くなったりします。はい。9とか10とか10以上あったらかなり怪しいなとは思うんですけど、7.8 までのところ8.0なんですね。微妙っていうところですよね。で、今回ウイルス関係は結構調べてて陰性が多いので、この辺もやっぱりウイルス感染が可能性低そうだなという根拠の一つ。はい。なので、ここはちょっと高いけど、微妙、無視してもいいんじゃないかなぐらいの数値だと思います。はい。後でウイルス感染のお話も出てきます。はい。で、肝臓系ですね。ここから、こんだけ。肝臓の項目。はい。全部正常値でした。で、ところどころ異常があるのが LDH って言って、乳酸ってやつなんですけど、これちょっと数値高いんですけども、いろんなところにある肝臓、心臓、筋肉、いろんなところの障害で上がるやつなんですけど、はい。ただ、検査の影響出やすくって、溶血って言って、その採血した後、採血に時間がかかってしまったりとか、圧がかかってしまうと、血って壊れてしまうんですね。それを溶血って言うんですけど、溶血すると高くなったりするんですね。多分、みえるちゃんあの日結構興奮して暴れて採血に手こずった感があるので、はい。多分そういう溶血が影響してて、疾患のため上がってるんじゃないと解釈しました。はい。はい。ただこの項目ってこの外注検査のセットに入ってるんで出てくるんですけど、正直あまり病気の診断にしっかり使うようなものでもないとは思うんで、はい。あまり僕は気にしてないところですね。はい。他の項目が問題ないので、問題ないだろうと思います。で、アミラーゼ、リパーゼっていうのが、膵臓の項目ですね。はい。よく膵炎とか、消化系の臓器ですね。それが悪くなると高くなったりします。ただ、このアミラーゼもかなり不安定な検査で正確ではないんですね。アミラーゼ高いから膵炎を疑うというわけではありません。例えばゲーゲー吐いてて食欲不振があってとかだったらその膵臓の病気を疑ったりするんですけど、その症状全然ないですね。そういった膵炎らしき症状出てないんで、そこは問題ないと思います。でもこれも、気にしなくていい項目だと思います。であと、腎臓の項目ですね。腎臓、尿素窒素、クレアチニン、リン、カルシウム等々が腎臓の項目になります。この辺も特に問題ありませんでした。低めに出ている分には特に問題ないので、これは大丈夫ですね。コレステロール、中性脂肪、これ脂質ですね。これも低い分には問題ないので大丈夫です。ナトリウム、カリウム、クロールっていうのは電解質って言って、体のミネラルバランスみたいなものになります。いろんな病気で乱れたりしますが、正常値でした。はい。で血糖値、糖尿病とか、逆に血糖値が下がりすぎるインスリノーマみたいな、膵臓の腫瘍みたいなのもあって、低血糖になると発作が出たりしますが、血糖値問題ないですね。大丈夫でした。胆汁酸っていうのと、あとこっちのアンモニアっていうやつ。これ何を見たかっていうと、先日ちらっとお話ししてた門脈シャント。肝臓の異常があると、こういうアンモニアとか胆汁酸っていうのが数値高かったりするんですね。今のところ異常ないですね。はい。門脈シャントの可能性も低そうだということが言えます。内臓的な異常で発作が出てるっていうのは、ちょっと考えにくい。かなり数値が正常ばっかりと。で続いては感染症系になります。エイズ白血病は陰性でした。もうこれはもうシンプルに陰性だでいいと思います。で、ちょっと1個飛ばして、トキソプラズマ。これ寄生虫ですね。神経に寄生したりすることがあります。50未満は正常ですね。陰性と見ていいです。クリプトコッカスというのはカビ菌ですね。鼻の奥とか、これも神経に行くことがありますが、陰性。大丈夫ですね。で、この FCOV っていうのがコロナウイルスですね。これはちょっと微妙だと思います。1600って出ました。で、ここに書かれてるんですけど、評価基準は400以下、400から1600、3200以上、みたいな分け方になるんですね。で、今回はここですね。感染の可能性があります。
臨床症状等と合わせて診断してください。っていう表現ね。はいで、もっと強くなったらかなり疑われます、みたいな。はい。で、こっちはかなり低いです、みたいな。はい。で、ちょうど間ぐらい。はい。で、1600って結構、そのコロナウイルスじゃない子でも出たりすることがある数値。はいで、コロナウイルスは強いコロナと弱いコロナといるんで、弱いコロナ感染でもこういうのは出たりすることがあり得るんで、はい。症状が全くないですよね。はいいわゆるこのコロナウイルス、FIP っていうやつの症状って、発熱したり、もう元気食欲がなくなって、お腹に水が溜まったり、まあはい溜まったり溜まらなかったりあるんですけど、そういう激症な症状があったらコロナウイルスを強く疑うんですけど、今回は発作だけなんで微妙だと思うんです。はい。はい。だから、まあ、タンパクの数値もやや高い。で、コロナウイルスはちょっとやや高い。この辺じゃコロナウイルスは完全否定はできないけど、可能性としてはやっぱり低いんじゃないかなって思います。コロナウイルスを保有して、保有してて、で、それが悪性に今のところ、変異はまだししててな。ないいと解釈していいと思います。もしかしたら便検査とかしたらコロナウイルスって出てくるかもしれないですね。はい。典型的な臨床症状あったらもうコロナだろうって考えるし、はい。なければ考えないんで、今回は発作だけですから、もう極めて微妙、低い可能性だと思ってます。FIP だと、まあ、どこかの数値には出るんですか？タンパクが高くなったり、はいあと、ビリルビンっていうのが高くなったりします。これですね。ビリルビン。ビリルビン。これが上がって、これが横断っていうやつになったりする。はい。わかりました。はい。まあ、何より数値もそうですけど、まあ、発熱とか元気食欲低下とか、そういう症状が出たら怪しいですね。はい。FIP の可能性怪しいですけど、やっぱりそういうのがないとなると、発作だけではちょっと疑いにくいですね。脳だけにコロナが悪さしてるとはちょっと考えにくいので。わかりました。はい。ではもうこれで、あと可能性は脳。脳だけということになってきます。なので、まあ、先天的な脳の発育異常、何かその脳が小さいだとか、水頭症だとか、そういうのがあるかもしれないし、あと転換発作の可能性があると。もう、脳には見た目の異常はない。けど、神経伝達の異常がある。生まれつきの異常があって、発作が出てると。だからそこを調べるとしたら、MRI になってきます。これ、脳炎っていう場合も血液検査にある程度はどこか出るんですか？そうですね。ある程度異常は出るんですけど、まあ、ただ、そうですね。炎症マーカーとかは今回ごめんなさい、測ってはないので、じゃあ高いから脳炎だとは言えるわけじゃないですよね。他かもしれないってなってくるんで、炎症マーカーとか白血球とかを調べて高いってなったら、炎症あるね、どっかに脳炎も可能性あるね、とはなるけど、脳炎ですとは言えないですね。他かもしれないから。やっぱり最終的には脳炎なのか、転換なのか、そのあたりを調べようと思って、やっぱり結局は MRI だとったりとか、脳脊髄液ですね。その脳の脊髄液を取って調べるとかが、やっぱり診断になってきます。でこれ、ちょっと先ほどのあれなんですけど、先生から見て、まあ今までこの12月30日までは、3月から発作は起きてなく、7日、ここで7日間、8日間、7日間、40時間っていう間隔が狭まってきてるっていうことで、その脳腫瘍的なものが、大きくなってきたことによる、この発作なのか、その転換でも、こう、なんか、増えていくとか。そういうこともあるんですか？やっぱあります。あります。脳腫瘍だと、やっぱりまあ脳炎もそうですけど、どんどん悪くなっていく。で、発作が増えていくっていうことはあり得るんですけど、転換でもあります。転換もやっぱり波っていうのがあるんで、落ち着くときは全然出てないけど、一回出だすと続いて出たりっていう風になったりすることがあるんで、やっぱりこう、転換をうまくコントロールできてなければ続くことはあり得ると思いますね。で、いろいろちょっと MRI についていろいろ調べたんですけど、費用は別に大丈夫なんですが、その猫にかかる負担と今後の治療のその完治っていうところで、
ちょっと考えることがありまして、はいもしその脳炎かもしれないっていうことであれば、何日間かステロイドっていうことはできないんですか？試験的にステロイドを飲むってことですね。できるのはできます。一度に増やしていただいたことによって、はい。16日から今この時間までもうすぐ48時間でその間隔が伸びてきてるはい。可能性のことを考えると、はい脳炎だともうそんな今飲んでる薬は効かないはい。でしょうから、もっと出てくるもんなんですか？そうですね。あとはこれ絶対とは言えないんですけど、普段元気に過ごせないんじゃないかなと。常に、なるほど。発作以外の症状もあって、頭痛だったりとか、はそういったこともあると思うので、普段も症状があると思うんですね。だから MRI を取りますかの話でどうしてもやっぱり脳炎とか脳腫瘍とかありますよってお話ししないといけないんですけど、やっぱり症状を見てると、転換っぽいなとは思うんです。で、他の症状が普段発作以外の時がもうまるっきり普通なので、はい。だからもし MRI を取らずに治療していくってなったら、やっぱり可能性の順序的には転換の方が上だと思うんで、はい。ステロイドはもうよっぽど治らんかったら試してみましょうかぐらいの感じかなって思います。今、もうここで先にそのステロイド系を入れるんじゃなくて、そうですね。ここで伸びてるんやったらもうこのまま。そのまま、どっちかっていうと転換薬の方を試行錯誤していく方が今はいいんじゃないかなって思います。はい。で、ステロイドはよっぽど転換薬コントロールうまくいかんくって、もしかしたら脳炎かもしれないし、ステロイド使いましょうかという風になったら試す価値はあると思うんですけど、今と可能性の順序的にはやっぱり転換の方が上は上だと思うんで。一番最初にその耳の方を書くような動きでしたので、その内耳炎的なものだと、やはり匂いとかしてくるんですか？耳。いや、内耳炎は見えないので、ないんですよ。だから内耳だけのトラブルとか、あと鼻も近いんで、鼻にポリープができてるとか、そういったのだと、外から見てもわかんないし、匂いではわかんなかったりする。外耳炎だったらわかるんですけど、内耳炎だったらわかんないことも多いと思います。その場合は、どっちかに向いてずっと旋回も出てくるんですか？出てくる可能性は高いですね。4月やから、もう10ヶ月、もうほったらかしになると、そうですね。症状が出てもおかしくない。おかしくないと思います。はい。その間何もないっていうことがちょっと違和感を感じますよね。耳が悪ければ。はい。じゃあやっぱりもう転換がやっぱり上位には来ると思います。はい。でもこれから薬を試行錯誤していくになるでしょうね。今のところは。わかりました。ありがとうございます。これ1錠でも副作用的なものは大丈夫なんですか？そうですね。今1錠でも大丈夫です。1.5 ぐらいまではいけるんじゃないかなと思います。キログラム単位に最初3ミリで飲んでたんですけど、基本的には3から、ごめんなさい、5ミリ以下で始めるんですけど、今1錠になって6ミリになったんですよ。ちょっと超えてるんですけど、10ミリまで増やせます。なるほど。だから6で飲んで効かんかったら僕はもうちょっと変えた方がいいんじゃないかなと思います。種類を。で、前のやつになるんですけど、フェノバールビタールってやつになるんですけど、そっちの方が発作を抑える、カバーする力は強いと思うんで、ちょっと副作用は気をつけていかないといけないんですけど、発作が収まりやすいのはそっちの方が収まりやすいかもしれないですね。なるほど。じゃあもうこの1錠にして、このままうまいこと薬と付き合っていく方が、副作用がなくて一番いい。一番いいと思います。もう一回発作が出たら、増やしてから1週間以内だったら、まだもうちょっと続けましょうってなると思うんですけど、増やしてから1週間以上経って、発作がまた出てしまったってなったら、それはもう変えた方がいいかもしれないです、ね。なるほど。血中濃度が上がってるにもかかわらず出てますになるんで。血中濃度が高いと発作は起きないんですか？いや、起きるんですね。それが合う合わないの話があるんですよ。
抗てんかん薬の難しいところは、量が足りてるか足りてないかの問題と、種類が合ってるか合ってないかの問題との2通りあるんで、どっちかわかんないんですよね。なので、増やしてみたり、種類変えてみたりするんです。で、検査としては、血中濃度を測るっていう検査があるから、それを、と照らし合わせて、足りてるはずやのに発作出てるってことは、これ合ってないな、変えましょうだし、足りてないから、じゃあそうやって増やせばいいんだとかっていうのが分かったりもしますね。はい、いや、できるだけその副作用がない、おですね、薬でもう長いこといきたいので、そうですね。わかりました、はい。ありがとうございます。今日はちょっとね、もう、なんていうんですか、安心しきっとっていうか、そうですね、発作も起きてないんで、あれですけど、よそへ行った時に、また発作が起きたり、そうですね。ダメージが出たら嫌やな思いました。はい。起こる可能性はありますね。わかりました。はい、すいません。ありがとうございました。はい。